はい、こんにちは。坂井翔吾です。8ビットミュージックのチップス、第8回目押し迫ってまいりました。ラス前ですね。前回、区形配1音、そして、伴奏の三角化。これで一応曲としては成立して、残り1音をどう扱うか。それについて、次回ということを言いました。しかしその前に、今日は SE の割り込みについて話をしたいと思います。例えば、区形配1音を使ってという SE があるとします。そうした場合、皆さんの脳内ではこのように聞こえているかと思いますけれども、実際は3音しかないものの中から SE を1音使うということは BGM が1音減ってるんですね。どういう状況かというと、このように現実では効果音が鳴っている間、サブパートは音が消えているんですね。それを踏まえた上で伴奏パート、どのように作っていくか、残り1音をどう扱うかですが、一つにはユニゾンにしてディレイをかけて深みを増す、要はコーラス効果を出すということですね。どういう風になるかというと、もう一つの方法として、メロディーの3度、6度などの、ハーモニーで、ハモらせる。これがもう一つの手だと思います。こうすると、実際に消えてもメロディーがしっかり立っているので消えた感じはしないと思います。いよいよ明日は最終回です。はい、どうもありがとうございました。坂井翔吾でした。はい、こんにちは。坂井翔吾です。第8回目、押し迫ってまいりました。あと残すは1回限り。今日はドクター大山さんの T シャツを着てやってます。はい、お花ちゃん、お花寝っ転がりながらやろうかな今日は。携帯ですね、第7回目で第7回目の時に、セラトアンゴラさん、セラートさんはですね、本名はもちろん存じ上げております。ノーモアヒーローズとか、スマブラ X でもご一緒しました。スノーモアヒーローズを作られた方ですね。僕はそのノーモアヒーローズは作ってません。メロディー1音のみでこの表現力、説得力、8ビット系の音楽を作る機会もあるので非常に参考になります。なるほど。僕は8ビットの音楽を作る機会はそうそう回ってきませんが、あればやってみたいもんだなと思いますけれども、はい。あとサルダインさん、酒井さんはソフトのローカライズの際苦労したことやエピソードがありますか？一つ忘れてました。申し上げるの、日本とアメリカはブラウン管の時代、当時、8ビットの時代は60フレームでやってたってことを申し上げましたけども、ヨーロッパはパル方式で50フレームだったんですね。そうすると土台がもう全くガラッと変わっちゃう。この間60フレームでぴったり割り切れるフレーム数っていうのは BPM でいうところの150、100、その後だといつか分かんない、それしかないんだってことを申し上げましたけども、実際 BPM120 だと1拍は4音符1拍は、30フレーム、それを16ビートでやろうとすると 7.5 フレーム 7.5 フレームっていうのは不可能なので、8フレーム7フレーム8フレーム7フレームとごまかすしかないということを申し上げましたけども、同じような状況でその60フレームが50フレームになったら
っても困るんですね。とっても困るんですけれども、僕はBPM をちょこっと変えるだけで済む環境があったので、それほど苦労はしませんでした。ただ苦労した方もいらっしゃるんだろうなっていうことは思います。すごいですね、今日の東京は風が。あとですね、メガンさん、三角波が音量が変えられますよってことを教えてくださったんです。ありがとうございます。で、僕が実際使ってご紹介するために作っているマジカル8ビットプラグっていうのも三角波の音量はベロシティも効きますし、音量も変えられます。そういったものは当然知った上の話で、僕としてはその8ビットの時代、6502を直接叩いてたような時代っていうのは、そういったことができなかったんです。三角波の音量を変えるってことができなかったんです。今はできるってことは重々承知の上で、はい。あとですね、昨日探偵神宮寺三郎時の過ぎゆくものにの、スタッフロールの曲と、それからあと何でしたっけ、ウェアウルフの曲を聴いてて思ったんですけども、久しぶりに自分がやった曲をポルタメントってどうやってたのかなと思ってまして、ここはね僕ちょっと分かんないところなんですけども、ハードウェアいわゆるソフトウェア的に、エンベロープを書くとか音量をコントロールするっていうのは、あるそのポートに、そういった値をソフトウェア的に書き込むんですけども、ポルタメントっていうのは確かハードウェア的にしかコントロールできなかったような気がしてて、上昇と下降かそのスピードを入れたらあとおしまいだったような気がしたんだけども、で神宮寺の聞いててクーンとポルタメントスイープですね。スイープっていうのは今最近大谷翔平選手が得意としてるスイープとはスイーパーっていうんですかとはちょっと似たようなもんですけれども、そういったものをどうやってやってるかってちょっとごめんなさい、もう自分の記憶がねなくてね思い出せないんですよね、その頃の音が。とにかくやっぱりもう30年以上前だ、33、4年前の話なんで覚えてる方が不思議ですよね。なるべくその忘れないように最近また思い出してしてるんですけども、思い出せる限り、やっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日はこの辺りですかね。明日最終回です。ということは、明後日から仕事ですね、皆さん。明日が寂しい回にならないように明るく終わりたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。今日はこの辺で失礼します。